前回から始まった入国方法が少なすぎる街開発。放射状の美しい街を作ろうってテーマとは真逆に、人や車の流れは極端に偏った街になろうとしてる。さてそれでは今回は一体どうなっていくのか。第2話、美しさとは何かを考えよう。ごゆっくりどうぞ。それじゃあ前回の続きを作っていこう。まずやらないといけないのは凱旋門の周辺を一周全部きれいに埋めること。放射状の大通りが確定しないと何も作れないもんね。というわけで一番近い農場は接収。動物たちは野生に帰ってもらおう。生きていけるのかだいぶ心配だな。前回と同じく建物と建物の間に隙間を空けながら間にプロップを置いて隙間を埋めるって方法で進めていくのだ。建てるものの種類は基本的に屋根の形と色を変更できる場所のみで決めていく。ただし色の変更ができる3箇所の設定はセットごとに違うから、あんまり雑多にいろんなセットを混ぜると色のコピペができなくて大変よ。それはそうだけど街の形状が似たり寄ったりのコピペタウンになることの方が嫌なのだ。中央付近は車の進入できない歩道をかなり多めに作るようにしてるのだ。ところでみんなはどっちが好きって問いに対してなぜそっちの方が好きなのかってすぐに言語化できる。僕は揺らぎについて考えるのが好き。何の話だ。交差点は90度に近い方がいいけど直角ではない方がいいよね。計画的に作られた駅前でもなければまっすぐな道はできるだけ少ない方がいいよね。5番が好きな人だっていっぱいいると思うけど、京都やニューヨークみたいな街の形が嫌いってわけじゃなくて、中世ヨーロッパ的な直線の少ない街の形だとかどちらもいいところがあるとは思うんだけど、直線と直角中心の街を作ろうとすると重要になるのは建物の高さと建蔽率のバリエーションだと僕は思うんだよね。確かに適当に塗っちゃった結果似た建物だらけってあるあるだね。これは基本セットの北アメリカ風ヨーロッパ風のそれぞれ中密度の建物なんだけど、元々の仕組みはレベルが5段階で途中でレベルアップしないようにロックすることで街並みをコントロールしてねってことだと思うんだけど、アセットのサイズはどれも3段階しかないのは作る時に制約があるのかな。4階建てくらいから始まる5段階だったらもう少し街並みにバリエーションが作れるよね。結局それじゃ1棟ずつ角度をつけたりすることで差を作るかってなっちゃうから、だったら今は別の形にしようってなりがち。全然前振りの回収になってないぞ。もっといろんな揺らぎについて考えたいなってこと。話の途中なんだけど街の外側が大変なことになってるんだよね。変なところに渋滞マークが出てる。見えないところまでパンパンに詰まってそうじゃない。再生を心配する必要ないところまでは来たから気にせずタイルは買っちゃおう。そもそもこの街のルールでここを回収しないわけにはいかないもんね。それで何の話の途中だったっけ。有名なバンドのボーカルの人が言ってた、歌のうまさは音を合わせることじゃなくてどううまく外せるかの方がうまさだって。ビブラートとか間にある音は9割外れてるけど関連性ありきで美しく感じられるってことだね。人にはそれぞれ何かを美しく感じるピークと許容範囲に個人差がある。ジャンルをまたぐと話が全然変わってくるだろう。美しさの定義なんて言うと堅苦しいけど個人差がある反面共通する傾向もある。道路の斜めとかマスの隙間が気持ち悪いって思う人はいても音楽のグルーヴ感が気持ち悪いっていう人はいなくない。ボーカロイドの精密さとかオートチューンが気持ち悪いって人ならいるでしょう。だからそれは外し方のうまいものしか例に挙げてないだけなのだ。なんかパイプの詰まりが取れる映像みたい。そろそろ小学校も作ってあげよう。デフォの小学校がなんだかいい感じ。それじゃ一番最初の話に戻ると、自分じゃそれが一番心地よいって感じる理由がなぜかを大抵説明できるってこと。わかんないけど。じゃあ何だったんだ。まあでも作ってるものが街であるなら多くの人の評価軸は現実にありそうかどうかなんじゃない。現実にありそうかがメインの軸だったら直線主体で街づくりをする人なんて少数派のはず。まっすぐな道路なんて大きな街とごく一部にしかないのだ。映像作品を作ろうとした時にリアルに寄せるとチープになる現象と一緒で、人がリアルだと感じるものは誇張され加工されたものであることが多いんじゃない。つまり雰囲気優先こそ正義。今更1話とつなげても誰も気づけないよ。手書きの文字と硬いフォントどっちがいい。それは個人差じゃなくて用途とかタイミングの問題だ。コーヒー、ワイン、納豆、ノスタルジックな風景。経験によって変化しそうなものを並べたってことか。西洋的な美意識と日本人の感覚を比べたら個人差が分かりやすいかもしれないのだ。例えば西洋的な感覚だとわびさびがピークにはなりえないけど、日本人の場合はむしろ率先してそこを選ぶ。西洋は点で定義していつも争ってるからな。ヨーロッパはむしろ極端に混ざり合おうとしてるよ。ヨーロッパでは主張して議論することが正義って感じするけど、西洋の美意識って一括りにしようとするのも良くないね。言語って文化そのものだから、日本人の美意識は日本語から生まれてるのだ。ハイコンテクストな言語を扱うからこそ見るものなんかにも文脈主義が生まれるって、なんかよくよく考えたら面白いね。リアルの街や道路の設計思想を知ると、つまり知識を得ると
美しさの判断基準が変化するってことはよくある。金継ぎって言葉がやたらと海外ではメジャーなことみたいに考え方自体は理解されていってるよね。空気読めないっていじられるそこの君も世界基準だとトップクラスのはずだから気にしなくってもいい。もっと話し持っていくべきところが別にあるだろう。シティーズスカイライン2。いつの間にかとんでもないことになってる。それは入り口付近がつまらなくなったらもちろんそうなるよね。増えすぎた車をどうにかするには人間を減らすしかないよね。突然なんでネジが外れた？だってみんなここに向かってるのが原因なのだ。自分がそこに仮住まいを作ったんでしょ。勝手に住んでもいいとは言ってない。というわけだから強制退去。急にサイコなのやめてくれない？ビルからすごい勢いで人間が飛び出してくる。彼らはどこへ向かうのでしょうか。普通先に移動先を作るもんじゃないのか。そうかも。しまった。それ本気で言ってる？大移動が起こってますが街に空き家はありませんのだ。人口が半分になったぞ。それでも赤字にならないところを褒めるべきなのでは。いいからさっさと引っ越し先作りなさい。渋滞の一掃と住宅問題を同時に解決するには入り口付近から周辺の道路を整備する必要があるけど今は放射状の形の基盤を作ってる最中だからそれは先送りにしたいのだ。だからまず島をまたぐタイルを購入して一旦入り口付近から直接外に流すバイパスを作る。あっちには鉄道駅を作ってあるから引っ越しもそこそこ早く終わるはず。難民が街を出て行こうとしている間に別の新しい国民を迎えよう。さらっとだいぶひどいこと言ってない？トンネルの出口には土を盛って自然な出口を作って本来自然な道路の傾斜を意識するならまず海底の地形を触るべきなんだけど今回は急ぎだからいいよね。まあ修正は後でもいいよ。バイパス全体だと橋の付近が一番高い位置になるみたいだからそこから均一な傾斜になるように道路を作る。この時均一な傾きの道路を先に作ったんだけどあたかも元からある地形に合わせて道路を作ったらこうなった風に周辺の地形を作ると先々この辺りの開発をする時自然に道路と街が馴染むようになる。先に道路はあたかもしれない。そのミーム古いよ。たまにはこっちもボケてあげようって心意気なんだから感謝して突っ込みなさい。あとはそれぞれの接続をできるだけつまらないような形で作りたいけどまだ周辺の形が全然決まってないから一旦は仮の形ということで置いておこう。そうしたら次は住宅街とは反対側の問題。あの工業地帯をどうにかしないといけないよね。だけどこの問題にはもう答えが画面内に見えてる。答えが見えてる。何のことだ？何のことでしょう。オウム返しやめよう。そこに円錐状の巨大な未来都市ができるんでしょ。そもそも山しか見えない。山？どういうこと？山の裏側も僕らの領地。見えない方がいいものは見えない場所に移そう。通勤が相当大変そうなんだけど。マップの端から端まで移動しないといけないね。ね、じゃないだろ。前回言ってた一番大きい駅に人を集めるとかそういったことを考えたらそもそも不便な街を作らなきゃいけなくない？開始当初からずっと不便だよ。整地したら先に貨物ハブから作ろう。マップの端から横断はさすがに線路じゃないと大変そう。工場地帯と混ざった感じにしたいからできるだけ余裕がある配置にしておくのだ。外部接続できないってことを考えたら一番心配なのは貨物トラックだよ。だけどこのくらい極端にしておかないと簡単に解決できちゃうよね。積んだ未来都市にしたいのか？縛りはあればあるほどいいのだ。スーパーハードモードにするモッドが欲しいくらいなのだ。何か物足りないの？見た目をいじってるだけで数ヶ月遊べるとかよく言ってるじゃん。僕は思考することが楽しいタイプだから反復作業になった瞬間興味がなくなるのだ。貨物ハブの作り方は一旦なだらかに斜面を鳴らした後でこうやって貨物ハブの配置を決めてから道路と線路を作ったらその後またなだらかにしたところに凹凸を作る。つまり土地の形に合わせて施設が作られたかのような地形を後から作るってことなのだ。例えばこうやって線路の上を越える道路を作ったらその道路の高さに合わせた斜面を作っていく。線路の傾斜が 3% くらいまで道路は 5% くらいでも平気って考えたらこの手順が一番簡単に綺麗な斜面を作れると思うのだ。ただこの付近を作り込んでいくのはまた今度。今回は中央付近が優先だからとりあえず稼働することだけ考えていくのだ。ということでとにかく中央と接続しなきゃ。山にトンネルを掘っていくんだけど大きい山の下のトンネルを後からいじるのって大変だからできるだけ内部は水平なトンネルを作るようにしよう。序盤は地形を触れるところがたくさんあって楽しいのだ。だったらすごい地形が複雑なマップにすればいいのに。使える場所が極端に少ないマップの方が楽しそうだけどそもそもマップ全体が狭くない？エディタで作れば広くもできるのかな？基本マップしか触ったことないよね。今度やってみよう。というわけで稼働開始なのだ。工場全部移動するのは大変だからそれは少しずつやっていくのだ。そこら中人手不足らしいぞ。どうせ一旦更地にする産業地区だけど交通が不便ってことだけは間違いないのだ。山の向こうにも鉄道駅を作っておこう。山の向こうっていうか中央すら不便なんだよ。それは分かってるんだけど
DLC の中央駅がマイルストーン14まで使えないんだよね。歩くしかないってことはみんな健康ってこと。緊急時はタクシーを呼ぼう。途中で電車から飛び降りるってのもありかも。無茶言うな。さて、鉄道をマップの端から端まで開通させたかったんだけど、なんだか行く手を阻まれてるのだ。なんだ、これ以上タイルが買えない。ただの無計画ってやつだな。仕方ないからここはモッドの力で無理やりつなごう。ここまでで一旦区切って最後に中央の開発に戻るのだ。現状完成したレイアウトはこんな感じになりましたのだ。いつも貨物ハブ斜面に作ってない。なんであろうと平らにするのが嫌いなだけなのだ。一応投稿線がある絵も載せておくのだ。それじゃあ中央開発に戻るけど、似たような建物を並べてる絵はもういいだろうからがっつりカットで、こんな風にとにかく細い路地がたくさんあって間を歩ける配置を心がけてきたのだ。例えばこの区画は歩ける路地はこんな感じ。そういえば今回やろうと思ってたことがあったの忘れてたのだ。まず適当にお好きな公園を作成します。何をするつもりだ。ずっと前に噴水モッドを入れてたんだけど使ったことなかったのだ。公園を作るといっても公園として機能しない見た目だけなのは嫌だから、この部分には小さい公園を置いてサーフェスを剥がして周りを広げて作ってあるのだ。池の真ん中にホイッと置いたところから出るんじゃないの。真上にするには傾けないといけないのかな。でもそれだと物理法則が曲がっちゃうか。ちょっと広い隣に移動しよう。無料のシャワーって感じだな。というわけでようやく中心街が完成したのだ。まだ入り口ができただけなんだよね。前半パートは日本的な美意識のためには国語が大事だぞなんて話だったんだけど、どうしてあんなことになった。僕が暇な時に AI さんと話してる雑談をそのまま台本にしたらどうって試み、本当はさらに数倍以上の尺があったんだけど、できるだけ圧縮したら分かりにくい話になっちゃった。何か感じることはあったかな。よかったらコメントで教えてね。それじゃ今回はここまで。またお会いしましょうのだ。次の動画も見てね。